初めましての方も、今まで僕の動画を見てくださっていた方も、よろしくお願いいたします。ギター講師、ギタリストの、工藤直之と申します。よろしくお願いいたします。今回はですね、ルーム335、徹底研究ということで、結構細かいことまで、ずらずらと、言うかもしれませんが、お付き合い願えたら幸いと思っております。よろしくお願いいたします。では早速行ってみましょうか。はい、フレーズ解説に入っていきましょう。一番最初のフレーズはこうですね。はい、まず最初の音、ここはフルピッキングですね。ちょっと前まで僕はってプリングでやってたんですが、多分昔読んだコピー本の影響かと思いますが、ここよくよく聞き返してみると、フルピッキングです。その次、次はプリングですね。はい。ここタイミング的に入りづらいっていう人結構いるんですけれども、ここワン、ツー、ワン、ツー、2部給付と16部給付の後に入りますんで、ワン、ツー、スリーのところでって言って、入ると、入りやすいかと思います。はい。その次の音いきます。3弦の4フレットから6フレットにスライド。ここ、タイミングたまに遅くなっちゃう人とかいますが、あくまでも16分音符ですんで、タカ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 って感じに、入るといいかと思います。で、次の音ですが、2弦の5フレット。今使ってましたね。ここはノンビブラートです。はい。実際にここまでの音聞いて、本物をすごく遅くしたものを流しますので聞いてみましょう。はい、こんな感じですね。はい、全くノンビブラートだと思います。はい。で、ここの関してさらにですが、ラリー・カールトンが自分のバンドで初来日か2回目の来日の時に、プレイヤーっていう雑誌で、北島健二さんという日本のプロギタリストが、インタビューしてたのがあったんですよ、昔。そこでは一弦の開放を使ってるって言ってました。で、僕としてはですね、インタビューとかもあまり鵜呑みにするのもどうかなとか、思いまして、何しろ2弦5フレット使った方が弾きやすいのは弾きやすいんです。これ1弦開放を使うとなると、例えば話すタイミング間違えるとでこうなんかカントリーみたいな感じになっちゃったり、いいタイミングで話しても話した時にこの3弦の開放が鳴っちゃうっていう、そういうことがありまして、うまくやるには右手の、ピッキングしてる方でミュートする、または、僕よくやってるのがって感じに完全に離しちゃうんじゃなくて指乗っけたままちょっと弦を浮かせるっていう、そういう感じで対処しております。はい。じゃあ次のフレーズいきましょうか。はい、ここなんですが、まずチョークダウンです。ここよくライブバージョン見てるでスライドをしてるのがありますが、レコーディングバージョンはあくまでも、チョークダウンです。たまにこう上げるところから入っちゃってる人いますね。で、これも、いわゆる厳密に言うと違うかもしれません。はい。で、次の音なんですが、3弦の2フレット、ここをピッキングしております。実は、何回か同じようなフレーズが出てくるんですが、この一番最初だけじゃないかな。3弦の2フレットピッキングしてんの。実は2回目以降はみんなプリングに聞こえております。はい。1回目だけピッキング。
だと思っております。で、次の音。ここ、異弦同フレってやつですね。3弦の4フレットから4弦の4フレットへ、ね、続けて弾く場合、こういう場合僕は、普通は薬指使って、1本でこうバレエして押さえて、やっちゃいがちなんですが、ここうまくやらないと音混ざっちゃうんですね。で、本物聞くと、混ざってないので、で、ライブなんかを見てると、カールトン本人が、中指使ってやってますんで、この方が、完全に分離するので、こっちをやった方がいいかもしれません。って感じに、弾くといいかと思います。はい。ちょっとここまで確認してみましょう。はい。ですね。はい。で、次のフレーズ。はい。1フレット下からスライドして、ですね。はい。ちょっとここも聞いてみましょう。はい。で、次のフレーズいきましょう。また同じですね。はい。同じだと思いますが、ちょっと、こっちの2回目の方がフルピッキングしてるところとか、聞き取りやすいかもしれないんで、聞いてみましょう。はい、でしたね。で、次。ここはプリングだとさっきね、2回目以降はプリングって言ってた通りプリングに聞こえますんで、ちょっとそこも聞いてみましょう。はい。で、これちょっと、難しいのが、片側のギターだけ、こう、って感じに、入ってますが、まあ、全体的に、って感じに、弾いてますんで、はい。で、次のフレーズ。同じようなフレーズですね、ここまで。で、ここでスライド。で、スライドして、細かいビブラートですね。ちょっと聞いてみましょう。はい。ですね、まあ、カールトンの、特徴的なビブラートなんですが、基本細かいです。一度なんか僕の動画で、ビブラートはもっと深い方がとかっていうコメントが入ってたことはあったんですが、基本的にこのぐらいの感じです。他のところのビブラートも、あまり音程の高低差はなく、基本的にリズムの感じとしては16分ぐらいかな。タカ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 。このぐらいの感じのビブラートが、多いと思います。はい。で、他には、まあたまにね、こういうようなビブラートもしたりはするんですが、もっと、こういうのもあったりはするかな。あまり聞いたことはないですけど。で、他のビブラート、たまにやるのが、クラシック的なビブラート。上下に上げたりはせずに、この、弦の上をこう、指滑らせるだけで、ビブラートをする。こういうのもたまに見受けられます。はい。薬指とかで。これちょっとね、コピーするときに、高低差があんまりないんで、見分けづらいのがちょっと
痛いですが、はい。では、次のフレーズいきます。さっき2フレットからやってたのを全く、同じようなのを5フレットからやります。で、ここなんですが、さっきまでは開放を使ってやってたので、ビブラートかけらんないじゃないですか。ここ2弦の8フレットなんで、ビブラートかけちゃってます。はい。ちょっと聞いてみましょう。このスローで聞くと、に聞こえますが、実際の速さだとこのぐらいな感じになるでしょうね。はい。で、次のフレーズいきましょう。はい。ここなんですが、まあ、ね、チョークダウンの後、プリングで、ここまでは一緒。で、ここだけ、ハンマリングに僕は聞こえてるんですが、どうでしょう。に聞こえます。ちょっと聞いてみましょう。はい。で、聞こえますが。はい。だから、ここだけハンマリングしてる感じがしてます。はい。で、次。ここまでは一緒ですね。で、次。5フレットから3フレット5弦の、スライドダウン。ここ、普通でビブラートかけがちなんですが、聞いてみた感じ、あんまり揺れてる感じはしません。ちょっと聞いてみましょう。なんかね、こういうのやるときは僕もでビブラートかけがちなんですが、かかってないように聞こえます。はい。で、次のフレーズいきます。また同じ2フレットから。はい。で、ここは一緒ですね。で、次。ここまでは、まあ、さっきまでと一緒。プリングで、ここは、ピッキングしてると思います。ちょっと聞いてみましょう。はい。ですね。で、次。で、ここなんですが、さっきまではこうやって1フレット下から言ってたじゃないですか。で、ここに関して言えば2フレット下から、スライドしてるような感じに聞こえております。で、その次、同じように5フレットから。で、次7フレットから。はい。この、1フレットスライドのようにあっさりして聞こえてないんですよ。はい。だから2フレットしたからじゃないかなと思います。はい。ちょっと聞いてみましょう。はい。で、ここでやっぱりビブラートをかけがちなんですが、なんか揺れて聞こえないんですよね。ちょっと聞いてみましょう。はい。ですね。はい。
こんな感じでしょうか。で、ここまでで言うのを忘れていたんですが、全体的に、ピッキングは抑えめで弾いた方が、いいと思います。ここ強く弾いちゃうと、ってなっちゃうと、なんか爽やかさが全くなくなっちゃうんで、ね。ってやった方が、雰囲気が出ますよね。はい。で、次のフレーズ。で、さっき、抑え気味でって言ったじゃないですか。で、ここはもっと抑え気味で。ですね、よく、で、ここで切っちゃう方を見受けられるんですが、ここは切ってません。あれですね、微妙なのが、このテーマの部分っていうのは、2回、ユニゾンで弾いたギターを録音して、それを左右に振ってるじゃないですか。で、片側のギターだけ、ちょっと伸ばした後にミュートしてます。って感じに。もう片方は、で弾いてるんで、全体的には切ってないんで正解なのかなと思います。ですが、こうでこういっぺん止めちゃってるんで、ちょっと聞いてみましょう。はいね。だと、片方がこうなってますが、で、次の、とにかくここは切ってない。で、チョーキングなんですが、次の、ここはゆっくり上げる。ね、実際の速さでも、こんな感じですかね。で、ゆっくり、で、上げ切ったところでビブラート。細かいビブラートですね。はい。で、次のフレーズ。ここはチョークダウンからでプリングして、でチョーキングチョークダウンでこう、こんな感じで、やるといいんじゃないですか。で次のフレーズ、ここなんですが、ちょっとマニアックなポイント。まずってやった後に、ここからチョークダウンで次またチョークダウンから始まるんじゃないですか。なのでよくよく聞くと、ここでチョークダウンから始まるためのチョーキングを用意してる音もちゃんと入ってますね。って感じに、そこまで気にするかよって方もいるかもしれませんが、いわゆる完コピを目指すんであれば、そこまで、再現するのが良いかと思います。ちょっと聞いてみましょうか、ここね。はい。次です。はいね。って感じに。はい。で次いきます。次は、ここはピッキング、さっきまで抑え気味でやってたところを結構強く弾いちゃいます。で細かいビブラート。はい。で次のフレーズいきます。このスライドから入って、で次またチョークダウンからね、チョークダウン、要はでここまで弾いたところでいきなりもう上げて準備でゆっくり下ろす。
で、プリング。はい。で、次のフレーズ、チョーキング&チョークダウン。はい。で、次の音。ここなんですが、よくやりがちなのが、で全部かけがちなんですが、おそらくここは、かけてません。で、最後だけ、ビブラートかかってるかと。ちょっとここら辺聞いてみましょう。はい。多分スローだからこのぐらいで聞こえると思うんですが、まあ実際はこのぐらいで、いいかと思います。で、ここでまたマニアックポイントなんですが、伸ばした後、カールトンさん結構スライドまたはグリッサンドで締めるっていうのが結構多いんですよ、フレーズを。だから、ある程度伸ばした後に3フレットぐらいまでスライドします。はい。ね、ちょっとここら辺確認のために聞いてみましょうか。はい。はい。こんな感じでしたね。はい。で、次のフレーズいきます。2弦の5フレットから7フレットへスライド。で、またスライドダウン。で、プリングですね。はい。で、次。これも、このチョーキングも、やっぱり直線的に、っていうんじゃなくて、ピッキングしてからすぐに上げるんじゃなくて、ちょっと溜めてから。はい。やると、近い感じのチョーキングになるかと思います。はい。で、次のフレーズ。またチョークダウンから始まりますね。はい。で、次のところまた、さっきまで言ってた、スライドで締める。で、12フレットぐらいまで上がります。で、ここでビブラート。はい。ちょっとここまで聞いてみましょう。はい。でしたね。で、次のフレーズ。ね、こう、さっき出てきた同じようなフレーズ出てきましたね。で、次の、フレーズ。チョーキング&チョークダウン&プリングですね。で、次がスライド。こう、止めないように。で、やっちゃいがちですが、止めずにスライド。ちょっと聞いてみましょう。はい。で、最後。1回のピッキングで、チョーキング、チョークダウン、またチョーキング、チョークダウンでプリング。
で4弦の9フレットですね。で最後の音、ここら辺もなんか何も考えないとビブラートかけがちなんですが、かかってないと思います。聞いてみましょう。はい、微妙にかかってるかなぐらいの、あとなんかずっと伸びてるだけみたいに聞こえますね。でいいんじゃないかと思います。はい、ここまでで、ルーム335徹底研究、テーマ編ということでお送りいたしました。この動画、参考になるとか、面白いとか思っていただけたらチャンネル登録と、いいねボタンの方をよろしくお願いいたします。それではまた。